これでわかるメアリー・シェリー、フランケンシュタインの著者。ゴシック小説と科学が合体して SF 小説にもなっている作品。まずフランケンシュタインのストーリーをざっとお話ししてから、その物語が生まれた背景とメアリー・シェリーの生涯をお話ししていきます。フランケンシュタインというと継ぎはぎだらけの大きな怪物の名前と思われていたりもしますが、実際にはその怪物を作った発明家の名前です。ビクター・フランケンシュタイン。怪物は名前すら与えられていませんでした。フランケンシュタインは科学の世界にのめり込み、すごいものを生み出したいと野望が膨らみ、なんと死体をつなげて電極を流し、その物体に命を吹き込み、人造人間を作るということを試みたのです。ですが完璧に作ることはできず、実際に出来上がったのはあまりに醜く、フランケンシュタイン、なんと逃げます。忘れようと現実逃避しました。怪物は人間と同じように心を持ちましたが、見た目がグロテスクだったために人間たちは嫌悪感を示し、拒絶し攻撃しました。迫害された怪物はだんだん凶暴化し、人間を襲うようになります。その後、フランケンシュタインと会った時、怪物はもう一体自分の妻になる人造人間を作ってくれと頼みます。そうしたらおとなしくすると。もう孤独は嫌だと。フランケンシュタインは作ろうとするのですが、途中でやめてしまいます。もし妻を作ってその後次々に子孫が生まれたら、と考えたから。約束を破られた怪物はさらに荒れます。その後、フランケンシュタインの家族も本人も命を失うのですが、最後に怪物が言った言葉が、俺をこの世に生み出した男は死んだ。だから俺が死ねば終わる。そして怪物は自ら命を絶ちました。この何ともやるせないお話を作ったメアリー・シェリー。書き上げたのはなんと20歳の時です。一体何があってこのような物語が生まれたのでしょう。メアリー・シェリー、1797年ロンドンに生まれる。父ウィリアム・ゴドウィンはイギリスの啓蒙主義を代表する思想家。母メアリー・ウルストンクラフトはフェミニズムの先駆者とも呼ばれる人で、女性の権利と擁護という本の著者として知られています。ただこの母は産褥熱でメアリーが生まれてすぐに亡くなっています。メアリーが16歳の時、21歳の詩人パーシー・シェリーと出会い恋に落ちます。彼はとても変わり者と周りに言われていた人で、無神論の必要というパンフレットを書き、オックスフォード大学の書店で売り出して高校処分になっています。ちなみにこの方、詩人であり小説家でもあります。小説ではチェンチ一族なども書いています。二人はメアリーの母親の墓地で密かに会っていました。メアリーは彼のことをワイルドで知的で不気味なルックスに惹かれていると表現。やはり不気味なもの好きなんですね。さすがゴシック小説家です。この時パーシーには身重の妻ハリエットと娘アイアンスがいました。パーシーはメアリーとハリエット両方と仲良く暮らしたいと大真面目で提案し、ハリエットにショックを与えました。1815年、メアリーはパーシーの子を産みましたが、生後間もなく亡くなってしまいました。翌年、第二子息子ウィリアムが誕生します。メアリーの父は激怒しました。そこから逃げるように1816年、メアリー、パーシー、息子ウィリアムはメアリーの義理の妹クレアと一緒にジュネーブに旅行しました。彼らは夏を詩人のバイロン教のジュネーブ近郊の別荘で過ごすことを計画しました。そこにはバイロン専属の医師であったジョン・ウィリアム・ポリドリもいました。彼は医師でしたが、後に小説家になり、吸血鬼の著者として知られています。ちなみにこの方、画家ロセッティの叔父でもあります。その夏のスイスは雨続きで外出できませんでした。退屈しのぎにみんなでゴシック小説を読んでいました。ある日、バイロンが自分たちでも書いてみようと提案。この場所でメアリーはフランケンシュタインの着想を得ています。バイロンとパーシーが熱心に論じていた科学や哲学の話に触発されてのことでした。
その議論の中で生命を構成する各部分を作り、それをつなぎ合わせて生命の息吹を与えることも可能ではないだろうかという結論に2人は行き着きました。この時期話題になっていたガルバーニ電気の実験も影響していたようです。死んだカエルの足を電気の力でビクッと動かした実験ですね。同じ年の冬、パーシーの妻が自殺します。そしてメアリーとパーシーは結婚しました。1817年、娘クレアラが誕生。1818年、フランケンシュタイン初版をロンドンの出版社から匿名で出します。同じ年、3番目の娘クレアラが赤痢のため亡くなり、翌年2番目の息子ウィリアムがマラリアのため亡くなっています。最初の子供も合わせて3人も子供を亡くしたメアリーはうつ状態になりますが、その後4番目の息子パーシー・フローレンスを誕生し持ち直します。メアリーは出産と子供の死を経験しているのですが、どのような気持ちでこの小説を書いたのでしょう。フランケンシュタインと怪物は創造主と創造物、親子のような関係です。ですが全くフランケンシュタインは愛情を注ぎませんでした。そこに愛情があれば他の人間にひどい扱いをされたとしても怪物は違う行動をしていたかもしれません。メアリーは10代で子供を産む責任に向き合っています。フランケンシュタインの冷淡な怪物への態度には子供に対する親の責任に無自覚な人への批判も込められているのかもしれません。実際、夫パーシーは最初の妻が妊娠している時に去っています。その原因が自分にあるというのは複雑な心境ですね。1822年、夫パーシーがイタリア・スペツィア湾で暴風雨によるヨットの沈没でこの世を去る。1824年、ギリシャ独立戦争でバイロン教も亡くなっています。そして1851年、メアリー53歳の時に病気によりこの世を去る。この小説のポイントとなるところとして、怪物が死体の寄せ集めであるということは意味のあることのようです。人は死を連想するものに反射的な嫌悪感を持ちます。また明らかに人間とは違うという違和感を持たれ拒絶されるのですが、本人もそうやって自分はみんなと違うということで孤独感は深まります。イギリスは産業革命で目まぐるしくいろいろなことが変わっていました。テクノロジーの発展はどんどん進み、また啓蒙思想がどんどん広まっていた頃、科学による神をも恐れぬ人工的生命の創造が恐ろしい結果を招くというメアリーの不安が現れていたのかもしれません。自由主義の良心を持っていましたが、メアリー自身は古風な感覚だったのかもしれませんね。この作品から親子の愛情、自分と違うものへの感覚、科学の発達による不安などなど現代でも変わらないテーマが見え、今も私たちを魅了し続けている気がします。こちらの絵をご覧ください。リチャード・ロスウェル作メアリー・シェリーの肖像画、なんともゴシック作家というのにぴったりな作品。服や背景の色のせいでしょうか、表情はこんなに優しく温かいのになぜか少し不思議な怖さを感じます。メアリーが持つものなのか画家の演出なのかはわかりませんが、若干20歳でこの作品を書き上げたメアリー・シェリーいかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。